今回は桜の撮影ワンランク上を目指すポイント7つについてです。先日今年撮影した梅の動画をアップしましたが、まだ桜は咲いていませんので、昨シーズン以前に撮影した写真24枚を見ながら桜の撮影ポイントを解説したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは構図についてです。こちらの写真は黄金分割ファイグリッドで撮影をしました。梅の時にも説明をしましたが、改めて説明しますと、黄金分割は古代ギリシャまで遡り、 DNA 分子から花びら銀河系と自然界に見出され、十字架や名刺など美術品や実用品まであらゆるものに多用されていて、美的快感をもたらすとも言われています。三分割法が構図の基本原則と言われていますけれども、今こちらで見ると赤いラインのところですが、三分割の1対2に対して黄金分割は1に対して 1.61803 になります。つまり縦横それぞれ両サイドは1、真ん中が 0.61803 なので、線が三分割法よりも若干内側に入っています。どちらもライン上やこの縦線横線が交わる箇所、パワーポイント、ここに自分が一番見てほしいと思う主題主役を置くと収まりがよくバランスが取れて見えると言われています。カメラのディスプレイに表示できるグリッドラインや経線、ガイド線などを見ると、一番上に3分割または9分割方眼、黄金分割などがあると思うので、構図に慣れないうちは表示して活用してみると良いかなと思います。こちらの写真はこのお花をメインにピントを合わせてパワーポイントに置いています。また斜めに対角線で配置をして撮影をしています。斜めに配置すると奥行きや動きが出るので、躍動感やリズム感などが生まれると言われています。次は枠、フレームを利用した額縁構図、トンネル構図になります。この構図の良さは主題を囲むことで自然と主役に視線が注がれるので、簡単に主役が強調されて生きることです。こちらは富士山を桜で囲って撮影をしています。そしてこちらは最初の奥の桜を狙って後ろ姿の人たちと建物の枠で囲うようにして撮影をしています。こちらの男性がずっと見ていたので映ってますけれども、こちらは偶然ですが、主題を奥に配置するとより奥行きや立体感が生まれます。こちらも同じく額縁構図で撮影をしています。こちらは奥に桜が見えますけれども、主役はこの皇宮警察の方です。皇居の乾門を額縁にして、その瞬間の現場の雰囲気、空気感を表現したかったので、車と犬の散歩している方も入っています。それによって奥行き感が出たかなと思います。こちらの写真は桜を楽しむ外国人カップルと写真撮影をしている女性になりますけれども、この両サイドの木を額縁にして撮影をしています。どちらもスナップ写真というジャンルになるかなとは思うんですが、瞬時にどう切り取るか考えることがスナップ写真の醍醐味かなと思います。次は背景についてです。こちらの写真は夜の雨だったので、夜の暗さを生かしてモノクロで撮影をしています。桜が街灯に照らされて透けて明るく映っていますが、桜の隙間から狙って前ボケにすることで構図は先ほどと同じように額縁構図になっているかなと思います。また少しカメラを傾けてこのように斜めに撮影をしています。こちらは背景が白のパターンですけれども、曇りの時に撮影をしています。曇りに撮影をすると簡単に背景を白にすることができます。背景も桜も白なので同化しないように、桜の輪郭がわかるギリギリまで露出を上げて明るめに撮影をしています。
次は背景がカラフルのパターンですけれども、ピンク色の桜に F 値を小さくして空のブルーと桜のピンクをぼかしています。ピントを合わせるのは基本おしべめしべですけれども、花びらの透け感や雨の雫が綺麗だと思ったらそこにピントを合わせると良いかと思います。こちら2枚の写真ですけれども、同じ被写体になります。こちらは富士フイルムのフィルムシミュレーションのビビットを選び、さらにカラーをプラス4にしています。なのでサイドがすごく強くなっています。こちらはフィルムシミュレーションのブリーチバイパスで撮影しています。ブリーチバイパスは低サイドになるように映るタイプになってくるんですけれども、他のメーカーさんですとピクチャースタイルやクリエイティブルックなどのサイドを調整することで色の濃さを変えることができます。同じ場面でも色を変えるだけでこれだけ受ける雰囲気や印象が変わるということですね。次は背景を玉ボケ、丸ボケにしています。雨の日に撮影しているので雫があるのがわかると思いますけれども、木々の隙間が玉ボケになるのですが、葉っぱが雨に濡れるとその部分がキラッと光ってより玉ボケができやすくなってきます。また同じお花の撮影ですけれども、明るさが違うのがわかるかと思います。これは露出補正、明るさを変えているだけになります。こちらは波に反射した光が玉ボケになっています。木々の隙間の光やお花、そしてキラリとするものを背景にすると簡単に写すことができます。あとは F 値で玉ボケの大きさをコントロールすると良いかなと思います。次は光についてです。こちらは夕日を逆光で撮影していますけれども、逆光で撮影をするとふんわり儚げで幻想的な印象になるかなと思います。順光で撮影をすると輪郭や色がくっきりと映りますが、陰影ができにくくなって全体的に明るくなる分のっぴりと平面的に映ってしまって、反対にサイド光は陰影ができるので立体的に映ります。逆光は被写体が暗くなりますけれども、露出を調整して明るさを確保すると背景がさらに明るくなるので、ふんわり優しい雰囲気に仕上がります。こちらは夜に街灯の明かりを逆光に撮影しています。桜の花びらは薄いので、このように光を照らすと透け感が綺麗に見えます。この時は雨の時に撮影をしているので、見ていただくと雫がわかると思います。次は側光です。側光については梅の撮影で詳しく話していますが、この写真でお話をしますと、スポット側光で月にピントを合わせているので、餅つきをするうさぎもしっかりと写っています。スポット側光を選ぶとピントを合わせた部分 1,2% を適正の明るさにするため、明暗の差が激しい環境では明るい箇所にピントを合わせるとより暗い箇所は暗くなって、暗い箇所にピントを合わせるとより明るい箇所は明るくなります。スマホで月を撮るとこのような模様は映らず、ふんわり白い玉のようになってしまうと思うのですけれども、スポット側光で白飛びしないように暗くしようとシャッターが速くなるので、手持ちでも撮影が可能です。桜が明るいのは近くに街灯があって照らされているからなのですけれども、桜は梅に比べて夜桜鑑賞用にライトアップが増えるので、街灯を上手に利用できるチャンスかなと思います。ぜひ夜桜撮影にもチャレンジをしてみると良いかなと思います。日陰や逆光で暗かったり、また反対に光が強くて白飛びしそうな時は中央重点やスポット側光を使って、夜など明暗差が激しいシーンでは平均アベレージを使ってみると良いかと思います。もちろん明るさの調整は側光モード以外で露出補正やマニュアルで露出3要素で調整するのも OK かと思います。
次は主役プラス脇役です。桜だけをクローズアップで切り取って撮影するのではなくて、風景も含めて撮影するときは桜を引き立てるためにはどのように工夫するかを意識すると良いかなと思います。ドラマや映画で言うと、主演と助演のように主役をどう魅力的に見せるか、主役を引き立てるために脇役はどうすれば良いかを考えてみると良いかなと思います。こちらの2枚の写真は桜と東京タワーが写っています。まずはこちら、水面のリフレクションで桜と東京タワーをかつこの手前のハートの中に収めています。主演の東京タワーとヒロインの桜を脇役のハートがロマンティックに引き立てているイメージになってるかなと思います。こちらは絞りをマックス絞って撮影しています。これによって街灯の光場がこのように出てきらびやかさが増したかなと思います。光源があれば絞りを絞ることで光場が作れますので、ぜひお試しください。主演のヒロインの桜と相手役の東京タワーを引き立てる脇役になったかなと思います。そして次は後石軌跡です。こちらは車のヘッドライトやテールランプを光の帯のように映すためにシャッタースピードを長秒で撮影しています。三脚は使わずに手すりに置いて2秒タイマーで撮影をしています。光石を入れることで華やかさが増したかなと思います。そしてこちらは星の軌跡です。これは1枚撮りではなくて200枚を20分かけてインターバル撮影をした画像を後にパソコンで比較名合成をしています。地球の自転が1時間で15度動くので、この軌跡というのはたったの5度なんですけれども、暗く寂しい夜空に星の軌跡が映ることでより魅力的になったかなと思います。都内は明るすぎてあまり星が見えないのですが、比較名合成すると肉眼で見える以上にこのように星が映ります。この時は三脚を使用していますけれども、インターバル設定をしてシャッターを押したらあとはカメラに任せて撮り終わるまでただ待つだけです。ただこの時風もあったので、この辺りですがブレてしまっています。なのでブレないよう風がないこと、そしてできれば月が明るくない新月に近くて街灯も少ない場所で撮影すれば星も多くはっきりと映るかなと思います。次は動物昆虫です。小さくて動きが速いので、モードは絞り優先よりもマニュアルかシャッタースピード優先で、シャッタースピードをコントロールした方が良いかなと思います。この2枚は両方とも止まっているのでこの速さで撮れてますけれども、例えばこのミツバチを飛んでいる瞬間止まったように写したい場合は1000分の1秒は必要かなと思います。桜の蜜にメジロなどの鳥や蜂などの昆虫が集まる機会なので、ぜひ遭遇したらチャレンジをしてみてください。ピント合わせと被写体ブレの練習になって結構ハマるかなと思います。そしてこちら2枚、人が入っている写真ですけれども、後ろ姿のシルエットと風景の一部として撮影をしています。先ほど人が入っているスナップ写真もお見せしましたが、花見期間中はどこも混んでいて、特に都内では全く人を入れずに桜の撮影だけを撮るのはなかなか難しいです。基本公道だったり駅、イベント会場など多くの人が出入りする公共の場所での撮影というのは肖像権の侵害にはならないと言われています。ただ明らかに特定の人を狙って個人が特定できるとなると肖像権やプライバシー権の侵害だとされてしまうリスクもあるので注意が必要になるかと思います。撮影している際に結構多いのは、撮影していると分かっていて前に立って撮影始めることです。一眼カメラでカメラを向けて撮っているといいポジションなのかなとやってきて、ここから綺麗に見えるよと次々ですね、前に立ちはだかることが、紅葉や花見イルミネーションの季節は結構あるんですけれども、そうなると
写している最中に目の前に立つということは、写ってしまう可能性を分かっているのは当然かと思うので、その場合は仕方がないのかなと思います。人を入れるとストーリーが生まれるので撮影したいところですが、どうしても心配な場合は許可をもらって撮影することをお勧めします。最後、今お話をしたまとめになります。桜の開花予想は東京がトップバッターで来週19日頃のようです。その後、桜前線が北上してゴールデンウィークぐらいまで楽しめると思いますけれども、咲いている期間が短いので、晴れた日の日中だけではなくて、夜桜や雨の花散らしだったり、散り際の桜だったり、花いかだだったりを、様々な表情の桜を工夫して切り取ってみてください。よろしければ動画でも撮影してますので、切り取り方、構図のご参考にぜひご覧いただければと思います。